南海電車と南紀観光、キハ50号のお話を中心に。急行紀ノ国号は大阪天王寺から白浜新宮間を走った急行というイメージがありますが、実は南海電鉄の難波駅から直通する列車もありました。本日はそんな急行紀ノ国難波発のお話を中心にさせていただきます。紀勢本線開通と気動車の同備。南海電鉄は紀勢本線の電通に合わせて積極的な乗り入れを行いたいと国鉄に申し入れ、折衝の結果、白浜まで2両の気動車での乗り入れが認められることとなりました。その辺の事情を国鉄部内市国鉄線昭和30年8月の座談会で以下のように発言しています。司会上西さん、南海が今度直通運転されるという話ですが、上西、7月15日からの紀勢線電通に際しまして、南海としては同時に難波から直通列車を出させてもらうということをお願いいたしまして、最初の考えでは新宮までぜひ通していただきたいと思ったんでございますが、国鉄さんのいろいろなご事情もございまして、とりあえず白浜まで通していただくことになりました。車の両数は2両です。先ほどのお話の通り、この電通に伴って非常に南紀の観光が開発されるということに南海としては期待をかけております。南海と南紀の関係は相当古い歴史がございまして、難波から初めて白浜口まで直通列車が出ましたのは昭和9年でしたが、その時すでに平日1往復、土曜日曜には2往復の直通列車が通り、なお阪和線を合併すると同時に新宮前直通列車を出すというふうな状態でございまして、国鉄さんのおられるまでは花形恐縮なんですが、むしろ国鉄さんの方がローカルであって、我々が南紀の主体だという、当時はそういう考えでいたわけです。昭和34年の時刻表を確認するということで、南海電鉄が乗り列車は準急第2紀ノ国でした。雨季に当時の時刻表、昭和34年8月号からの時刻を抜粋してみたいと思います。こちらですね。準急第2紀ノ国。こちらの方で、当時の優等列車は全て準急で、第1紀ノ国、白浜口行き、熊野、名古屋行き、第2紀ノ国、白浜口行き、南紀、白浜口、早玉、新宮行きであり、早玉は南海乗り入れの912列車の1時間後を走る夜行列車でした。この時乗り入れ用に同備された気動車がキハ55型と同型のキハ5501、5502で昭和34年7月の乗り入れに際して同備されています。同年9月には両運転台のキハ5551が同じく帝国車両で同備されています。なお、国鉄仕様そのままでは支障をきたすため一部改修がなされています。国鉄型キハ50号との相違。昭和30年7月には国鉄と同型のキハ50号型を同備します。ただし車両形式は片運転台のキハ5501、両運転台はキハ5551であり、最終的に9両が同備されたそうです。車両は全て帝国車両工業製です。デビュー当初は下記のような準急色をまとっていましたが、その後はですね、国鉄急行色に合わせた色に変更されています。南海電車としては 21.3 メートルという長い車両であることから、窓下には保護棒が設けられ、窓下には南海の表示が入っていました。客車列車は夜行列車中高準急にということで、少しだけね、サハ4801の話をね、させていただこうと思います。紀勢本線ですね、これによりサハ4801による夜行列車でね、新宮まで往復。さらにですね、気動車による1往復と日本の列車がですね、南紀まで足を伸ばすこととなりました。サハ4801の話なんですけれども、サハ43をベースにしたという話をね、させていただいたんですけれども、実はですね、車体高さが少しだけ低くなっているというのが特徴でした。H 様からですね、当時の画像を提供いただきましたのでね、ここでご披露させていただこうと思います。こちらですね、少し屋根が低くなっている銀色のね、白く光っている屋根があるかと思いますけども、これがサハ4801でした。
当時の紀の国はね、二等車2両連結って書いてるんですけども、当時ですね、非常にやっぱり紀勢本線というか白浜の方のね、観光の入り込みってすごく多かったらしいんですね。で、これは昭和34年のですね、紀勢本線開通前の記事です。ですけども、その時点でもこれぐらい人気があったんだよっていうことでね、当時の乗車記録っていうのがありましたので、ここで披露させていただきたいと思います。昭和30年8月号の鉄道ピクトリなどを参照しますと、紀勢本線開通前の準急紀の国の乗車機が出てくるのですが、編成は以下のようになっています。ということで、こういうふうにですね、6両編成で2両ね、1等車、当時だった2等車ですね、が連結されているという編成でした。で、これ昭和30年7月15日以降はですね、当然この車両にさらにですね、2両同居する形でね、運転されることになるわけですね。車両は電車指定席からなっていたそうで、何回かの乗り入れ列車も指定席の扱いとなりました。ということで、以下ですね、国鉄が大事だという私のサイトの方からですね、その当時の流れっていうのをね、引用させていただこうと思います。紀勢本線電通当時の年表からね、抜粋ということで、4月15日ですね、紀勢本線の壁山新宮和歌山間がね、開通しますと。で、タッキーから鳥羽間を三宮線とするというね、こういう扱いがされました。で、ここですね、名古屋天王寺間には準急熊野というのが新設されまして、あと準急牛塩号というね、名古屋新宮間の夜行列車が運転を開始します。他にですね、白浜口から天王寺、南海難波間に臨時準急機動車紀の国を導発しましたっていうのを書いてます。これがですね、今回のお話しさせていただいてます、南海電鉄のリード自動車や国鉄規制線のね、最初の乗り入れでございます。で、他にですね、これに伴って、南海電鉄所属機動車に乗車する旅客に発売する連絡準急行券、座席指定券の取り扱い方を制定したなんていうね、こういう記事なんかも載っています。南海待望の新宮乗り入れ、昭和36年2月。紀勢本線の電通で南紀観光への入り込みが増加し、南海電車からもさらなる直通運転の要望が来たことから、昭和36年2月1日から臨時南紀号として新宮前の乗り入れが実現しました。列車は南紀1号で難波を8時20分発、難波着は29時30分着となっており、編成は6両編成で国鉄側2等車4両、南海2両と記述されています。ただこの列車、同年3月の改正で定期化されているようで、手元にある昭和36年3月の時刻表を参照しますと、1、2等車となっていますので、1等車1両、2等車3両、南海側2等車2両に変更されたのではないかと思われます。なお、臨時南紀号についてはですね、当面なら10席とするとはなっていました。なお、この措置に伴い、南海でも、キハ5503、5504、5552が帝国車両で製造されています。ここにですね、南海との取り組みは以下の通りでしたということで、ちょっと抜粋させてもらっております。乗務員、国鉄線区間は国鉄係員が乗務し、車線区間は車係員が乗務する。車両の保守、車所属機動車の保守は国鉄の規定に準じて車が行うとなっていました。南海待望の新宮乗り入れ昭和36年2月の続きのね、お話をさせていただこうと思います。燃料油脂等の使用方、車所属機動車に対するものは全て車のものを使用する。運賃料金の習字方、旅客運賃や準急行料金は国鉄線区間に対するものは国鉄が取得し、車線区間に対するものは車が取得する。直通運転料金、車所属機動車の国鉄線区間運転に対する機動車運転料金を国鉄から車へ支払う。とされており、南海では自社で国鉄の使用に基づき機動車を整備することとなりました。なお、この改正では912列車、新宮期に連結されていたサハ4801は、翌朝の南紀2号に並行されて難波に戻るダイヤが組まれていました。最後までご覧いただきありがとうございました。別途昭和37年以降の話は改めてさせていただこうと思っています。国鉄がキハ28、58の投入で車両設備が改善されていく中で、南海では2エンジンのキハ55型機動車ゆえ冷房化はままならず、和歌山駅からは先頭連携された南海の車両は夏場は無人なんてこともありました。
紀勢本線が電化された昭和53年以降も残りましたが、乗り入れ開始当初の面影はもうありませんでした。昭和59年の改正で急行紀の国が廃止となり、昭和9年から続いた南海電車による国鉄乗り入れは廃止となり、ここにその幕を閉じることとなりました。